今日は食パンで簡単に作れるサクサクのカレーパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は食パンで簡単に作れるカレーパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、お惣菜パンの中でも大人気なカレーパンを食パンで簡単に作っていきたいと思います。中に入れるカレーは、レトルトでも OK なんですけれども、今回は電子レンジで簡単に作れるカレーを作っていきたいと思います。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにカレーパンの中に入れるカレーの材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、人参、カレーのルー、ウスターソース、ケチャップ、お砂糖、おろしにんにく、お水です。こちらの材料で作っていきます。今回はこちらカレーのルーをね使ってかつ電子レンジで簡単に作っていきたいと思います。で調味料もねお家にあるような手軽なもので作ることができます。今回ねウスターソースを使うんですけれども、こちら中濃ソースで代用していただいても OK です。はい、そしてその他の材料はこちらです。食パン、パン粉、卵、そして揚げる時に揚げ油も使用していきます。こちらの材料で作っていきます。今回ね6枚切りを使用します。ということで早速こちらの材料で作っていきます。まず人参をみじん切りにします。皮を剥きましょう。はい、でもやりやすい方法でねみじん切りしていただいて OK です。私はこういう風にまずね切ってあとは重ねてで切ります。であとは細かく切っていきます。はい、人参はこのぐらいのみじん切りにします。続いて玉ねぎです。玉ねぎもみじん切りにしていきます。まず両方の端を切って皮を取って、あとはやりやすい方法でみじん切りしてください。玉ねぎのみじん切りはこれで OK です。あとはねもう電子レンジで加熱するだけです。まずここに人参、そして玉ねぎ、あとはひき肉、そしてウスターソース、ケチャップ、そしておろしにんにく、お砂糖を加えます。そしてカレールーですね。であとは最後にお水を入れます。よいしょ。そしてふんわりとラップをします。ラップをするときは少しね空気の出入り口を作ってください。混ぜてしまうとお肉に火が入ったかどうかがねちょっと判断しにくいので、中身を混ぜずにまず電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分経ちました。そしたら一度開けます。これを一度ね混ぜましょう。でもうねほとんどお肉にもう火が通っている状態です。だんだんカレー粉が溶けるととろみがついてきます。はい、そしたらですねラップを取って今度はね水気を飛ばしたいのでラップをせずにこのまま電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、今3分加熱しました。そうするとね先ほどよりもかなり水分が飛んでます。そしたら一度混ぜましょう。はい、これで OK です。今ねこんな感じでボテッとした感じのカレーに仕上がってます。でこれをね一旦粗熱を取ります。そうするともうちょっとねポテッとした感じになります。でもしこの時にまだね水っぽいなと感じた時はプラス30秒から1分ずつ加熱してみてください。逆に水分が足りないなと思った時はちょっとお水を追加して少しだけ加熱してみてください。では表面が乾燥しないようにラップをピトッとカレーに貼り付けて、でこのまま一旦粗熱を取ります。続いてこちらの卵をあらかじめ溶きほぐしておきます。器に卵を割り入れます。そしてよく溶きほぐしましょう。このように溶きほぐせば OK です。それでは食パンで包んでいきます。まずね食パンの耳は今回切り落とします。でこの余った食パンの耳は私の別の動画で余った耳を使ったレシピをご紹介しているので、そちらはですね概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。でそしたらこの食パンを潰します。この後ねこう半分にパタッと折るんですけど、この食パンが潰れた状態じゃないと折った時にね穴が開きやすくなってしまいますので、こんな感じでねちょっと薄く伸ばします。はい、
い、だいたいねこんな感じで薄く伸ばします。そしたらですね、カレーをね今から包んでいくんですけど、ちょっとね接着面として溶きほぐしておいた卵液を一度ね塗ります。で、上半分の2センチぐらいかな、このように卵液を塗ってください。で、あとはここにカレーをのせます。ちょっと上気味の真ん中ですね。で、ここでねあんまりカレーをのせすぎると今度ねはみ出るので、のせすぎには注意してください。はい、こんな感じで置きます。で、あとはこれを三角にパタッと折ります。で、最初手で少しねくっつけましょう。でね、もちろんこのまま揚げてもいいんですが、今回はねちょっと丸くしたかったので、こういったねパイレックスかまたはこういったお茶碗を用意してください。これをここに当てます。で、あとはこれをグググーっと押し付けます。よいしょ。押し付けることで上のパンと下のパンがくっつきます。押し付けたらあとはね手を左右にこう揺らす感じですね。そうするとパンが自然と離れてきます。はい、で無理やり引っ張らずにこのように自然とパンが離れるまでこうギコギコ回してください。はい、こんな感じで丸く仕上がりました。このように口もきちんと閉じてます。で、なんですけどたまにちょっとねこう浮き出てるというか隙間が空いてる時があるので、一応最後ね手でキュッキュッキュッと口を閉じてください。はい、こんな感じです。残りも同じように作っていきます。はい、こんな感じでできました。それではここにパン粉をつけていきます。で、カレー自体はねまだこのぐらい残ってます。なのでこれを使って残ったねこう切り抜いたこちらを使って簡単なレシピもご紹介していきます。それではねパン粉をつけていきます。で、パン粉をつける前に必ずね口がしっかり閉じてるかチェックしてください。そしたら最初に卵液をつけます。全体にしっかりつけてください。で、あとはパン粉をつけます。これで OK です。このようにパン粉をつけてください。それでは残りも同じように作っていきます。はい、このように衣がつけ終わりました。それではこちらを油で揚げていきます。フライパンを使って揚げていきます。まずフライパンの底から 1.5 センチから2センチぐらいの油を注ぎます。はい、そして火にかけます。で、今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまでまず油を温めます。はい、適温になりました。で、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先から細かい泡がプクプクプクっと出るぐらいですね。そしたら OK です。それではねやけどしないように油で揚げていきます。で、両面ねカリッとするまで揚げていきましょう。美味しそう。中はもう加熱されているものなので、衣に色付けしてカリッと揚げるというイメージですね。はい、いい感じに揚がりました。いい感じに揚がったので取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。だいたいね今2分ぐらい揚げたかな。このぐらいの揚げ量になったら取り出してください。それでは残りも同じように揚げていきます。で、次揚げる時はね今衣がかなり散りばめってるので、最初の衣をすくってから揚げるようにしてください。はい、揚げ終わりました。こんな感じでサクサクに揚がりました。ちょっとねサクサク感を皆さんにもお伝えします。はい、このようにとても美味しそうなカレーパンに仕上がりました。それでは一つね切りたいと思います。オープン。じゃじゃーん。わー、美味しそう。はい、こんな感じでたっぷりカレーも入って美味しそうなカレーパンに仕上がりました。それではねこちらギュッギュッギュッとやった時に余った切れ端ですね。食パンの耳とかはラスクなど私のチャンネルで紹介してるので、そういったもので活用していただけたらと思うんですが、こっちはねちょっとなかなか活用しづらいのかなと思うので、簡単なレシピをご紹介していきます。まずこういったココットとか耐熱のお皿に入れます。で、あとはさっき余ったこちらのカレーですね。これをねのせます。で、あとはここにとろけるチーズで、もうこれをチーズが溶けるまでトースターで焼きたいと思います。はい、出来上がりました。こんな感じに仕上がりました。これでカレーのパングラタンの完成です。余ったカレーとパンはこのような形でアレンジもできます。ぜひこちらもお試しください。はい、これで食パンで簡単に作れるカレーパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこのようにたっぷりカレーが入って美味しそうに仕上がってます。
はい、とても美味しそうに仕上がってます。それではいただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。美味しい。このレンジで作ったカレーがすっごく美味しいです。そしてサクサク。食パンの厚みもちょうどいいですね。すごく美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の食パンで作るカレーパンのポイントです。まずですね、今回中に入れるカレーは電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介しました。ひき肉に関しては今回私は合いびき肉を使ってるんですけれども、こちらは豚のひき肉を使っていただいても OK です。温める時のポイントは、まずね、1回目温める時はラップをして、で、中身をかき混ぜない状態で加熱するようにしてください。というのも、かき混ぜてしまうとお肉にね、どのくらい火が入ったかっていうのが分かりづらくなってしまいます。なのでそのまままず3分加熱してください。そしたらやけどしないように取り出していただいてよく混ぜてください。最初はねちょっとシャバシャバしてるかなって思うかもしれないんですけれども、カレーのルーをしっかり混ぜるとだんだんとろみがついてきます。カレーのルーがしっかり溶けたら今度はラップを外して電子レンジ 600W で3分ほど加熱してください。これは電子レンジの種類によってこの水分の飛び方が変わってくるかなと思いますので、結構ね水分がもう飛んでる状態だったら1分ずつ加熱して様子を見てください。で3分加熱してもまだちょっとねシャバシャバしてるなと思った時はもう少しね加熱してみてください。今回はですね食パン1枚を使ってこのように三日月型のカレーパンにしました。で作る時のポイントとしては、まず食パンを綿棒で押しつぶしてください。そうすることによってパタッと折りたたんでも破けずに作ることができます。そして伸ばしていただいたら真ん中にカレールーをねだいたい大さじ1杯ぐらいがねちょうどいいかなと思います。そのぐらい乗せていただいて半分に折ってお茶碗とか、あとは今回私が使ったパイレックスみたいなもので押し付けてクックックと動かしてください。そうすると自然にね周りのパンが剥がれてくれます。でパン粉をつけるときはですね必ず口がきちんと閉じているかどうかチェックしてからパン粉をつけるようにしてください。であとはですねもう揚げるだけなのですごく簡単です。今回はカレーだけにしたんですけれども、ここにとろけるチーズを入れてもとても美味しいです。そして余ったカレーなんですけれども、今回はこんな感じでカレーのパングラタンを作りました。余ったパンはねこんな感じで使っていただけますので、ぜひこちらも作ってみてください。本当にねパン屋さんに売ってるようにカレーもたっぷり入ってとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は食パンで簡単に作れるカレーパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。